今回は実写映画ブルーロックのあれって何だったの?なんでそうなったの?と疑問に感じやすい部分を原作ファン目線で深掘りしていきたいと思います。ネタバレを含みますので、まだ映画を見ていない方はここで動画の視聴を止めてください。では始めていきましょう。結局ブルーロックは何がしたいの?ブルーロックは日本から世界一のストライカーを作るプロジェクトです。目標はワールドカップで優勝すること。日本代表はチームプレーのレベルこそ高いものの得点力不足にあえいでおり、ワールドカップ優勝には程遠い。そこで日本フットボール連合はブルーロックプロジェクトを指導します。全国から高校生フォワード300人を招集。この300人は自分以外の299人を受け落とし、日本サッカーに革命を起こす世界一のストライカーになることを目指します。そしてそのために必要なのがエゴです。世界一のエゴイストでなければ世界一のストライカーにはなれない。これがコーチであるエゴさんの持論です。チームの勝利よりも自分のゴールを喜びとする、そんなイカれたエゴイストを求めています。さらにブルーロックプロジェクトで敗退すると一生日本代表に呼ばれないというリスクまで背負っています。そんな極限状態の中で選手たちが切磋琢磨していく、それがブルーロックという物語です。アンリとエゴさんってどういう関係性?アンリは日本フットボール連合の新入職員です。そしてエゴさんを招集した張本人でもあり、ワールドカップ優勝を夢見ています。エゴさんを招集する際、サッカー以外のことは何もしなくていいという条件で契約しているため、エゴさんの身の回りの世話もアンリの仕事のうちとなっています。映画ではエゴさんがモニターに映るたびに後ろで洗濯物を畳んだりゴミを片付けたりしているアンリの姿を見ることができます。こういった細かな設定については映画の中で詳しく説明されるわけではないので、アンリとエゴさんってどういう関係と思った方もいたかもしれません。最初の鬼ごっこにはどんな意味があったの?最初の鬼ごっこはストライカーの本質を見極めるためにエゴさんが考案したテストです。部屋の広さはサッカーフィールドのペナルティエリアと同じ広さ。ストライカーにとっての仕事場であるこの限られたスペースの中でどうポジションを取るのか、そこにストライカーとしての価値が現れるという考えです。そして制限時間は136秒。サッカーの試合において1人のプレイヤーがボールを保持できる平均時間は136秒。ワンゲーム分の時間を皆に平等に与えたというエゴさんなりの意味があります。限られた時間の中で最後の1秒まで諦めずに戦う、そんなストライカーの本質を見抜くためのテストだったわけです。吉良涼介は最後の1秒が残っていたにもかかわらず足を伸ばすことを諦めてしまったため脱落してしまいました。みんなあんなにうまいのにそれでも最底辺なの?これは映画だけを見るとちょっと疑問に思いますよね。ブルーロックランキングについては原作では5巻で詳しく説明されています。映画ではまだ詳しく描かれていない部分なので気になる方はぜひ原作もチェックしてみてください。潔は自分の武器を見つけたの。潔は自分の武器である空間認識能力を見つけ、そこからダイレクトシュートという新たな武器を身につけました。自分には何ができるのか、それを理解して自分だけの武器を磨いていく。これもブルーロックの大きなテーマの一つです。緑チームの双子はなんであんなにちぎりに嫌味を言うの?映画ではあまり詳しく説明されていませんでしたが、緑チームのワニマ兄弟とちぎりは同じ高校の元チームメイトです。ワニマ兄弟はちぎりの先輩、そして足の速いちぎりに自分たちのポジションを奪われ悔しい思いをしていました。さらにちぎりはちょっと口が悪かったためプレーでも態度でもワニマ兄弟にとっては面白くない存在だったわけです。そんなちぎりが怪我をして思うように走れなくなった。そのこともあってワニマ兄弟は
ちぎりに対して嫌味を言い続けます。ちぎりの鎖にはどんな意味があるの？ちぎりは過去の怪我によって思い切り走ることができなくなっていました。その心の状態を表現したものが鎖です。もう一度走りたい。でもまた怪我をするのが怖い。そんな思いを抱えていたちぎりが潔の熱さに感化され、自分の本当の思いを再確認する。そして鎖を引きちぎって走り出す。原作でもとても人気の高いシーンです。なんでクオンは裏切ったの？これはブルーロックのルールが大きく関係しています。たとえチームが負けても、そのチームの得点王は勝ち抜くことができる。チーム Z は最底辺。このままチームで勝ち抜くのは難しい。でも自分が得点王になれば脱落しなくて済む。そう考えたクオンはチームを裏切りました。チームを裏切ってでも生き残る。それがクオンが導き出したエゴだったわけです。映画だけの描写を見るとただの卑怯者に見えてしまうかもしれません。でもクオンはもともとサッカーに熱い人間でした。本気でサッカーに取り組んでいたものの、周囲の環境などからサッカーを諦めかけていた。そんなクオンが自分なりに夢を叶え、自分が勝つことを求めた結果、裏切りにつながっていきます。なんでレオはナギをおんぶしているの？ナギのサッカーの才能を見出したのはレオです。ナギはレオにとって宝物であり、唯一無二の相棒。ナギと一緒にサッカーで世界一になる。それがレオの夢です。レオは大企業の御曹司で何でも手に入る生活に退屈していました。そんなレオが自分で見つけた夢がサッカーで世界一になること。そしてその夢のためにナギという最高の相棒を見つけたことで、レオの日常は輝くものになりました。だからこそめんどくさがりのナギのお世話もしてあげています。歩くことがめんどくさいといえばおんぶもしてあげる。それがレオとナギの関係性なんです。なんでナギは覚醒したの？ナギはサッカー歴わずか半年、隠れた才能をレオに見出され、サッカーを始めた天才キャラクターです。原作の先生もナギはかっこいいを詰め込んだキャラクターだと語っています。ボールが吸い付くような絶妙なトラップやアクロバティックなシュートなど、天性のサッカーセンスを持っています。もともとサッカーをやる気はなかったナギですが、潔たちの熱に感化され、少しずつサッカーの面白さに目覚めていきます。そして覚醒シーン、それまでのナギは基本的にレオの指示で動いていました。ところが場面では自分の判断で積極的に動き始めます。めんどくさいと思っていた人たちが次々と進化していく。そんな姿を見て、俺を試したいという好奇心が生まれます。その衝動がナギの覚醒につながっていきます。ナギの人生もレオと同じように退屈に満ちていました。この好奇心という名の衝動を手に入れるまでは、この場面でエゴさんが退屈な人生は終わりだとボソッとつぶやきます。ここは映画オリジナルの展開ですが、原作ファンとして見ていてかなり熱くなりました。クオンは裏切ったのに、なんで最後ナギにファウルしたの？先ほども話したように、クオンはもともとサッカーに熱い人間でした。チーム Z の諦めないプレーを見ているうちに、本当にこのままでいいのかと葛藤し始めます。自分の目の前に大事なものがある。サッカーに本気だった頃の自分が求めていたものが今のブルーロックにはある。本気で人生をかけて勝とうとするチーム Z を見て、何もしない人間にはなれないという思いがナギへのファウルにつながります。映画ではクオンの心理描写はほとんど描かれないので、情緒不安定な人間に見えてしまうかもしれません。でもクオンにはクオンなりの動機があった。そう考えると行動も少し違って見えてきます。ブルーロックにはそれだけのエネルギーがあるんです。映画オリジナルの展開はあった。チーム Z 対チーム V 戦の後、ナギが潔におめでとうと言って話しかけるシーン。あれは映画オリジナルのやりとりです。原作を知っている人ほど、ここ原作にない
と気づいたかもしれません。最後に出てきた3人は誰？ブルーロックにはこれからもすごいプレイヤーたちが次々と登場します。最後に出てきた3人は馬龍十兵衛、時光蒼志、糸志凛。誰が演じるのかはここではネタバレになってしまうので、ぜひ劇場で確認してみてください。映画を見ただけでは少しわかりにくかった部分も原作を知ることで、あ、そういうことだったのかとつながっていきます。今回の動画で映画をもう一度見たくなったり、原作を読んでみたくなったりしたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。